どうも、日本語で喋りましょうの岡野です。このポッドキャストではナチュラルな日本語でいろんなテーマについて話しています。すべてのエピソードのスクリプトをパトレオンで公開もしています。お刺身のように新鮮で生の日本語を学びたい人はぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。はい、今日はスペシャルゲストに来てもらってます。早速、どうぞ。木村です。はい。またね、今回もね、木村にゲストで来てもらって話していきたいんだけど、今日のテーマは日本語の自分と英語の自分。だから日本語で話すときと英語でうん。話すときに自分の違いっていうのがあると思うんだよね。いろんなところで。なので、今日はそうね。そんなところを話したいと思ってて、やっぱり多言語を話す人なら誰でもね、その言語ごとに自分のキャラだったり思考が変わるってね、感じたことがある人も多いんじゃないかなと思うので、今日はそれについて話していこうと思います。で、まず話したいのが、うん。話し方とか声とかトーンの違い。はいはいはい。うん。木村はさ、日本語を話すときと英語を話すときと、なんか声の高さとかさ、スピードとかさ、トーンも違うと思う。そうね、気持ち英語の方が声低いと思うな。ああ、いや、わかるわかる。なんか、俺も英語の方が、低い声の方が、なんかちょっと話しやすい気がする。うんうんうん。そうね。うん。多分、日本語って結構、喉で声を出してるけど、英語はなんかお腹から声を出すっていうイメージが俺はあって、それがちょっと影響してんのかなと思うん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 。う。うん。英語の方がすごい低い声のうん。人を聞く気がする。ああ、そういう低い声の人にこう、会う確率が高いと思うってこと？あ、そうそうそう。なんだろう。ちょっとよくわかんないけど、今の表現が微妙だったけど。うんうん。うん。確かに確かに。まあそういうのもあるし、だから英語を話す機会がこう多くなって、で、英語の声低いんだけど、それにちょっと影響されて、なんか日本語の声も俺ね、最近どんどんちょっと低くなってるような気がするんだよね。あ、そう。うん、それは感じる木村は？そうね。もうポッドキャストをやり始めてから、うん、低い声の方が音的にいいなっていうのは気づいたうん、から、うん、変えて、ちょっと低めに喋ろうかなと思うようになり始めたけど、別にうん。英語とこう混ざっちゃってきて、声が低くうん。なってるって感じはしないかな、俺は。あ、なるほどね。ちょっとポッドキャストで、ちょっと聞き心地がいいように低めに話そうとしてるってこと？そう意識してるときはちょっと低めに喋るみたいな。あ、そうなんだ。全然気づかなかった。そう、あんまり、もっと早くから気づけばよかったなと思ったんだけど、最初からね、1話目から最ね。初から、そう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 。うん。うん。でさ、日本語だと結構これあると思うんだけど、なんかうん。高い声の方が、なんだろう、いい声だとされるっていうかさ、例えば、うんうんうん。俺が日本で仕事をしてた時は、電話対応の時とか、もうちょっと高いトーンで話した方がいいよって先輩にアドバイスされてさ、はい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 。うん。うん、で、結構日本のね、お母さんとかもさ、電話するときに声高くしたりするじゃん、ワントーン。うん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 。だから高い声を聞くのが好きな人が多いのかなっていう風な印象もあるよね。大事だね。それ結構大事なポイントだと思う。でさ、日本語特有なもので言うとさ、敬語もあるじゃん。で、どちらうんうかというんうんうん。と、英語の方があんまりこの敬語はあるっちゃあるんだろうけど、そんな日本語ほどカジュアルと敬語の違いがないかなと思うんだけど、実際木うんうん。村が英語を話すとき、日本語を話すとき、やっぱりそこら辺の気の使い方は違う？ああ、全然違うね。ああ、どう違う？あの、そうね。日本ではさ、まずすぐに相手のと自分のこの立場を理解しないといけないと思うんだよね。
うん。その状況を理解した上で使う言葉を選ばなきゃいけない。うんうんそれが、日本語うん。うん。であって、なんか英語は、やっぱ自分の性格が先に出ると思う。もちろん、あ、そ丁寧う。うん。に伝える方法もいっぱいあるし、すっうん。ごいカジュアルに伝える方法もあるけど、逆に自分の性格がこう先に出た上での、うん。その丁寧さとかカジュアルさが、うん、なるほどそうね。な際立つ。るほどね。うん。ああ、なるほど、なるほど。面白いね、それ。だから日本語の時はどちらかというと、相手に合わせて話してるけど、英語の時にはどちらかというと自分基準で話してるみたいなことか。そう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 。確かにね、俺それ意識したことないけど、俺も結構そういう話し方してるような気がするわ。で、次に話したいのが、性格とうんうん。か態度が変わるかどうか。うん。はいはいはい。木村はだから英語で話してる時の自分と日本語で話してる時の自分とで性格とか変わってると思う。うーん、うん、思うね。あ、そう。どこがどう違う？その前職は、オーストラリアにあるレストランで働いてたんだけど、そうだ、うん、英語ですごい端的に、はっきり伝わるような伝えうん、方をしてたから、うん、なんか自分の中ですごいはっきり言ってるタイプの性格になってたけど、実はうん。日本語の自分は結構考える。自分の言うあ、言葉そを考えるから、う。うん、そんなにパッて思ったことあってもうん。言わない。うん、だからその中でだいぶ日本語を喋る自分と英語を喋る自分のなんかギャップっていうか、うん。違う自分を見たって感じがした。なるほどね。じゃあ英語を話してる時の方がちょっと結構うんうんうん。真面目な感じで厳しめできつめな感じに聞こえたりもするっていう感じか。そうだね。そういう印象があったと思うんうんうん。で、日本語の方がちょっと柔らかい感じ。う。うんうんうん。そうね。いや、俺もやっぱり日本語を話すときと英語を話すときは結構性格変わると思ってて、で、木村もちょっと、状況が似てるかもしれないけど、英語の方がこう仕事で使う機会が多い。で、日うんうん本語の方が友達とこう話したりするときに使う機会が多い。だかうん。ら、俺は英語で話してるときの自分の方が真面目だと思う。はいはいはい。ちょっと仕事で話す時みたいな話し方になっちゃって、で、やっぱ日本語はもうずっと小さい頃から話してるし、友達とか家族とかといろいろ話してるから、やっぱり日本語の方が、まあ、ちょっとたくさん冗談言ったりとか、面白いこともなんかたくさん言うような気はする。なるほどなるほど。うんうんうん。ああ。だから木村もちょっと似てるよね。仕事でやっぱこう使うから、そっちにちょっとなんかその言語の性格も似ていくっていうかさ。うん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 。そうね。あとはでも、純粋に日本語の方が表現豊かだと思う、俺は。あ、そ言葉の語尾だけでも相手のイメージを変えられるし、そうね。そうだったぜとかさ、そうだったよねとかさ、うん。なんだ、ちょっと雰囲気がふわっと変わる少し。確かに。もうちょっと変えただけでガラッと変わるね。例えば、うん。他にもさ、晩ご飯何がいいって聞かれてさ、パスタがいいっていうのとさ、パスタでいいっていうのとさ、もう全然印象違うよね。ああ、そう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 。そうそうそう。うん。やっぱりそうそういういう、細かいところでね、印象が変わっちゃうから逆にね、日本語を勉強してる人は、そういうとこ細かいところに気をつけないと、知らないうちにちょっと失礼になっちゃったりする可能性とかもあるよね。うん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 。だから、あの、すごい、そう、日本語を勉強してる人には、うん。そこら辺のその違いってすごい難しいと思うけど、それマスターっていうか慣れてくると多分ね、すごい自分の表現したいことが言えると思そうね、すごい細かいところまで表現できるっていう意味だもんね。う。そう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 。確かに確かに。うん。まあこうやっていろいろ話してみて分かったけど、やっぱりね、日本語を話す自分と英語を話す自分といろんな違いがあって、多分、ね、皆さんも、まあ、英語を第一言語として喋る人もいるかもしれないし、他の言語を喋る人がいるかもしれない
けど、やっぱり日本語を話すときっていうのは、日本語の自分にこう合わせて話した方がもっと自然に話せるようになるかもね。そうね。うん。うん。ということで、今日は日本語の自分と英語の自分について話してみました。皆さんは日本語を話すとき、性格が変わりますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それでは最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っている Patreon のサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。さよなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。